こんにちは、杉村と申します。皆さん、美味しい食べ物食べましたか？何食べました？はい？温かいもの食べました？はい。今ご紹介に預かりました杉村です。で、FE オンデマンドという勉強会でいろいろ事例をやってまして、でその中のですね、事例を一つを今日発表したいと思っております。よろしくお願いします。で、私がやるのは職場で使う TOCFE ということで、タイトルとしては、社員も経営者も全員がハッピーという内容にさせていただきました。まず最初にですね、謝辞としまして、今回の発表の場を与えていただきました、FE のシンポジウムに感謝いたします。そして何よりもですね、実際の事例ですので、この事例を快く提供してくださった歌唱リミさんに心より感謝したいと思います。今日の話は実はですで、歌唱リミさんは30代の OL で、最近転職された方です。で、仕事上の悩みがあるという状態の方で、こういうような顔で来られたという感じですね。でまずですね、オンデマンドの方に遊びに来られたんですけれども、この時エミさん自体はFE のことを全くご存知なかったと、ただ、噂でこんなものがあるよという程度を知られてて、遊びに来られたというような状況になっています。でエミさんはですね、プロフィールをちょっとお話ししますけど、薬事の専門家の方です。で遊びに来られた時はちょうど転職した3ヶ月の時でした。で非常に向上心の強い女性になっております。で僕は早速エミさんの悩みを聞くことにしました。エミさん、今何が問題だと思ってますかと聞いたところ、エミさんは、雑務が多い。これは薬事法のですね、認可後のアフターフォローという業務がかなり多いというお話をされていました。でもう一つ、転職して間もないですから、新しい会社の業務を早く覚えたい、これは向上心の強い方ですので、こういうような思いがあったんですけれど、新規の認可業務をさせていただいてないということだったんで、そこら辺もなかなかうまくいかないというような悩みを話されました。それを聞いた僕は、エミさん、それはこういうことですか？雑務人員を増やす、もしくはエミさんから雑務を減らす。エミさんはそうだというふうに言われました。で次、またこういう質問をしました。会社側はどういうような態度ですか？エミさんはこう言われました。人は増やさない。あと、エミさんにアフターフォローの業務をやってもらうと。でそれを聞いた僕は、確認のみで、エミさん、こういうことですか？今の人員と役割で仕事をする。エミさんはそうだというふうに言われました。で、確かに対立してますねというところで、この図を書いて、エミさんも、そうですというような、納得をしていただいたと。雑務人員を増やす、もしくはエミさんから雑務を減らすことと、今の人員の役割で、仕事をするということは対立しているという状態になっていますね。でそれの次にですね、また僕の方から質問したんですけれど、ごめんなさい、その前にエミさんに仕事に対してのどういう意識を持たれているかということをちょっと尋ねてみました。で薬事のことを、この会場にいらっしゃる方でご存知ない方もいらっしゃると思いますので、その面も含めてですね、僕も知らなかったわけですから、どういうような仕事なんですかっていうふうに聞いたところですね、認可申請には大きく2つありますというふうに言われました。1つは新規の認可申請をする業務ですね。でもう1つは認可が下りた後のアフターフォローというような話でした。でエミさん自身の意識としては、新規の認可申請は、薬事の専門知識は当然必要ですけれど、やはりその会社独自の知識、業務知識というものを非常に有する業務であり、でなおかつ自分はそれをやりたいというような意識を非常に持っているという状態でした。で2番目のですね、アフターフォロー、これは基本的には発生しない。リコールとかですね、不具合があったとき、あるいは法律が改正したとき以外は基本的に発生しないんだけれど、
厚生労働省さんも結構忙しいですので、形上書類が揃っていれば地方認可を通してしまうというような実態があるそうで、その新しい会社はそこら辺をですねこう使ってとにかく認可をさっさとやって市場に物を出してしまおうというところでアフターフォローが多いというような話をされました。で具体的にはそのアフターフォローっていうのは書類を出した後で実際のエビデンスとか実験データの資料ですね、これを後から出しますよというような約束で認可の審査を通してしまうと。だからアフターフォローとしてそこで慌てて一生懸命そういうデータを集めなきゃいけないというような感じで結構大変だというようなお話だったでした。それを踏まえまして、次のような質問をしてみました。視点を変えてですね、会社と A さん、ごめんなさい、M さんの共通の目標は何でしょうかと聞いたところ、それは当然、会社の発展であって、会社も社員もみんながハッピーになることだと、ここは問題なく出てきたんですね。じゃあ、エミさんの行動を引き起こす要望は何ですかと質問したところ、エミさんは社員の前向きに仕事ができる状況にする、なぜならば、アフターは雑務と思えでモチベーションが低下するからというふうに言われました。今度は、会社の行動を引き起こす要望は何ですか、質問したところ、それは会社の利益です、利益の確保です。なぜならば、現状のリソースで利益を出したいと思っているし、当然、認可申請はベテランでやった方がリスクが減るからというようなことを言われました。つまりこういうことですかということで、書いたクラウドがこれになります。エミさん側の考え方と会社側の考え方が対立している。だけれども共通目標があるということですね。で、対立構造は分かりました。じゃあ、これを解決するためにいろんな視点から考えてみませんかというふうな話に持っていきました。まずですね、会社の行動とエミさんの要望に着目して、今の人員と役割で仕事をするのと社員が前向きに仕事をできる状況にする、これがなぜそれができないと思っているかというふうに聞いたところ、アフターフォローはモチベーションが下がるというふうに思い込んでくるという話が出てきました。じゃあ、D プライムをすることで B ができる方法は本当にないかというふうに聞かれたところ、アフター業務をなくすとは言いませんけど、減らす形であればいいだろうというお話でした。今度は逆に M さんの行動と会社の要望を見たところ、D をするとなぜ C ができないと思っているのか、これは人件費が増えるということですね。D をすることで C ができる方法は本当にないのでしょうかと聞いたところ、エミさんの力を上げれば、会社に貢献することができる。で、力を上げるためには新規の認可申請の業務をさせてもらえることだというような話になりました。今度は D と D プライムの対立ですけれど、どういう時に対立するんですかと確認したところ、確かに常に人を増やせばそれは対立します。だけれども、よく聞くと新規の認可申請とは年に数回定期的にあるという話だったんですね。その時だけでも人員を増やしてもらえれば自分の方の負担も減るし、モチベーションも上がってくるというような言葉が出てきました。で、最後に他に妙案はないですかというところで B と C の両立できないかということを聞いたところ、まず一つはアフターフローは前任者の尻拭いというような感じがありますので、モチベーション低下をするだけれどもというような形で言われた言葉が次の言葉です。この会社は市場に認可申請を出したものにもかかわらず、もうすでに実上売ってないような製品もかなりある会社らしいんですね。で、実際それが会社としてできるかどうかはちょっとさておきまして、エミさんとしては、それを認可を下ろしてしまえばアフターフォローの業務がなくなる。だからリスクもなく、自分のその業務を減らすことができ、かつモチベーションの高い仕事ができるというふうな、提案が、エミさんの方から出てきました。で、しばらく経ってですね、またエミさんに会ったんですけれど、エミさん、それからどう変わりましたかという質問をしてみました。そうすると、エミさんは、会社の事情が理解できて、以前より自分の状況が理解できた。2つ目としては、問題点が明確になり、前向きに仕事ができるようになりました。3つ目としては、
問題点の解決できるような取り組みができるようになって、かつ上司とのコミュニケーションも良くなりましたというようなことを言われました。でここでですね、エミさんが気がついたというところなんですが、まず、これをもってですね、僕の方が、その後思ったことを最後にまとめます。まず一つは質問の力ですね。このような質問を投げかける、質問ではなく質問という形ですね。ということによって、本人が気がつく。これは実際その話をしながら、書いた、ホワイトボードなんですけれど、可視化をすることによって、客観的にエミさんも自分の状態を見ることができて、考えを整理することができるということに分かりました。で、最後に納得と発見ですけれど、エミさんは自分の力で問題を解決することができるようになったというところで、シンプルで優しい TOCFE を使うと、全部ハッピーになれますねというような、お話になります。以上、ご清聴ありがとうございました。